素材のなじませ方。素材とイラストがなじむように加筆調整していきます。まずお好みの素材を選びます。次に角度を調整します。耳の場合、目の角度に合わせると自然になるよ。素材の不透明度を下げて紙に隠れる部分を削ります。新規レイヤーを作成して足りない部分を加筆していきます。スポイトで周りの色を拾いながら素材とイラストがしっかりつながるように形を意識しましょう。イラストからスポイトした色で素材にも加筆すると馴染みやすくなります。加筆レイヤーと素材を結合して色味や形を調整します。ループ体の素材を追加しました。投げ縄で紐の部分を選択してメッシュ変形で体の動きに沿うように変形します。フィルター、色調整の色素、サイド、明度でループ体の色味をイラストになじむように調整してパート1の耳と同じように隠れる部分を削ります。ループ体の素材がイラストよりも目立っているので空気感を足しましょう。ブレンドモード、スクリーンの新規レイヤーを追加してループ体にクリッピング。薄い色をふわっとのせてね。パーツ素材が馴染んだので次は背景素材となじませていくよ。遠近感を出すために不透明度を下げたぼかしツールで奥まった部分をぼかします。今回はこの水色の部分、前後感を意識してね。仕上げに調整レイヤーで全体の色味を調整して完成。素材たくさん使ってね。IBIS Paint